皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。これはデータ構造とアルゴリズムのビデオシリーズの最初のビデオです。このビデオでは、ハノイのタオについて話しましょう。じゃあ、このハノイとは数学の場所です。3分の5といくつかの円盤があります。いつもこの円盤が大きい円盤から小さい円盤まで並んでいます。一番上に一番小さい円盤があります。このパズルの目的は、すべての円盤のこのターゲットの胴に移すことです。でも、下のルールを守らなければなりません。ルール1番が、一度に動かせる円盤の1枚だけです。一度に1枚円盤の 1枚円盤だけ動かせるだけ。2番が一番上にある円盤だけ別の棒に置きます。3番は小さいの円盤の上に大きい円盤の置いてはいけません。じゃあ、どうやってこのすべての円盤のターゲットの胴に動かせる方法を見てみましょう。じゃあ、このビデオによると、このパズルの A の棒にある円盤が A の棒から C の棒まで動きました。その後、この円盤がここから B の棒まで動きました。後でこの小さい円盤が C の棒から B の棒まで動きました。後でこの大きい円盤が A の棒から C の棒まで動きました。後でこの小さい円盤が B の棒から A の棒まで動きました。後でこの B の棒にある円盤が B の棒から C の棒まで動きました。後でこの A 棒のある円盤が C 棒まで A 棒から C 棒まで動きました。では、再起の考えたのことをわかりやすく話しましょう。じゃあ、この再起のやり方は、大きい問題を小さい問題に分けて考えるだけです。例えば、ここにある2枚円盤は、この A の棒から B の棒まで動します。その後、この大きい円盤がここから C の棒まで動きます。後で、この2枚円盤がここから C のターゲットの棒まで動します。
このようにすることは私たちは再起と言います。だからね、大きい問題を小さいステップに分かりやすく分けて少しずつ解く。それが再起の魔法なんだよ。じゃあ、3万円盤のステップをやってみましょう。はじめに A のある小さい円盤が A の棒から C の棒まで動します。その後、A 棒にある円盤が A の棒から B の棒まで動します。その後、C の棒にある円盤が C から B の円盤にまで動します。その後、A の棒にある大きい円盤が A の棒から C の棒まで動します。その後、B の棒にある小さい円盤が B の棒から A の棒まで動します。その後、B 棒にある円盤が B の棒から C の棒まで動きます。その後、A の棒にある小さい円盤が A の棒から C の棒まで動します。これは3枚円盤のステップです。じゃあ、この3枚円盤があるとき、私たち7ステップがありました。A の棒からターグスの棒まで全部円盤の動くするために7ステップがあります。じゃあ、どうやってこのステップを計算すると見ましょう。だから私たちもフォーミュラがあります。このフォーミュラが t の2の引く1です。ここで t の n イコール2の n イコール引く1です。じゃあ、例えば、この n は、私たちのハノイのタオで n1 です。例えば、n は3のイコールとき、いつかステップがあるかどうか、このフォーミュラでイコールはと見ましょう。今 n は3だから2の3引く1。ここで2の3が2のかける2のかける2のかけるは8ですから、8の引く1は7です。この3枚円盤になるとき、私たちは7ステップが、今私たちは N は4だと思います。その時、1です。2、2、2、
は16です。16の引く1は15です。私たちは4の円盤があるとき、15にステップがあります。15ステップがあります。じゃあ、これはどうやって私たちはいつステップがあるかどうか見たフォーミュラです。これで以上です。見てくれてありがとう。